道の駅巡りの福井県が終了しまして、で最後ですね、福井県に行った時はこの S660 に乗りまして、1泊2日のですね道の駅巡りをですね、このシリーズで初めてやってみました。これまでもこの S660 に乗りまして1泊するということはなかったんですよね。でこの車がですね、1泊するのには全然向かない車でして、この車のことをよくご存知の方はですね知っているとは思うんですけども、この車を知らない方だったらですね、1泊ぐらい車に乗ればできるだろうと思うんですけども、1人でこの車に乗っていれば1泊ぐらいの旅行は別に問題なくできるんですけども、2人乗った時ですね、1泊するのがかなり辛いものになります。この車は運転することを重視して作られた車ということになりますので、便利さとかですね、そういう部分にはフォーカスは全く当たっていない車で、いかに気持ちよく運転するかというところにフォーカスが当たっている車なんですね。でこの車はですね、後ろ側にエンジンがあります。軽自動車のサイズでですね、後ろ側にエンジンがありますと、もう室内空間のスペースが全然ありません。荷物を置く場所はですね、助手席にしかないと、そんな感じになるんですけども、その助手席にですね人が乗っていたらですね、荷物はどこに置くんだという話になるわけです。で今回はですね、2人で S660 に乗って1泊2日旅行に行った時、荷物をどうしてたのかなということをですね、少し話してみようと思います。最初に S660 のですね車体の方を見てもらうと、こんな感じになっております。こんな感じの車になっておりまして、軽自動車の中でもですね、さらに小さいなというイメージがある車体です。初めてこの S660 の車体を見た時のことを思い出すとですね、想像以上に小さくてびっくりしたなというふうに最初はそんな印象でした。それぐらい小さい車です。先ほど喋っていた通りですね、 S660 のエンジンルームはこちらの後ろ側になりまして、ここを開けるとですね、エンジンの方が見えてきます。こんな感じになっています。なので室内の空間はこのような感じになっておりまして、椅子がですね、運転席と助手席に1個ずつありまして、背中はですね何も置く場所がないと、そういう風になっております。リクライニングもですねフルフルに倒すこともできませんので、車の中で寝るということもですねかなり厳しいような状態になっております。ここに2人座るとですね、荷物はどこに積むこともできないというのがよく分かってもらえるかなと思います。なんかいろいろですね S660 で荷物載せてる人の SNS を見たりしているとですね、いろいろと工夫されていて面白いなとも思いますが、僕はですね後付けで何かをつけるということはしていませんので、この車の中に荷物を収めるしかないと、そういったところです。でこの S660 のですね唯一の収納スペースがボンネットの中にありまして、ボンネットの中にですね S660 のこの屋根ですね、この屋根はフォローになっているんですけども、このフォローをしまうためのユーティリティボックスというものがですねボンネットの中にありまして、ここがですね唯一の S660 の収納スペースというところになります。ただこの収納スペースはですねラジエーターの後ろにあるということもありますし、夏の暑い日差しの中ですねボンネットがガンガン温められるということもありますので、このユーティリティボックスの中はですねかなりの高温になります。なので熱に弱いものをですねこのボックスの中に入れるということはできません。なので使えるようで使えない、そんな感じのボックスになっておりますが、熱に強いものであればですね入れることができますので、このスペースを活かしてですね2人分の荷物を積んでいくと、そういったところになります。荷物は2人分の着替えと撮影用の機材ですね、そして妻の身の回りのお化粧品とかそういったものとか、移動用のカバンとかですね、
それぐらいになります。本当に必要最低限に荷物を抑えて S660 に乗るというところになっておりまして、着替えはですね、熱を帯びても大丈夫なものということになりますので、2人分の着替えをですね、1つの柔らかいカバンの中に入れまして、それをですね、ユーティリティボックスの中に入れます。実際にユーティリティボックスの中に入れてみたんですけども、2人分の1泊2日分の着替えぐらいだったらですね、全然ゆとりがあります。まだ入るスペースがあるなと思いましたので、熱問題が解決すればですね、もうちょっと楽な旅ができるかなと、そういうふうに思いましたが、これはですね、解消のしようがありませんので仕方ありません。妻の小物とか財布とかですね、そういうものはカバンの中にまとめまして、妻の膝の上でですね、持ってもらうと、そういうところになります。膝の上に置くのがしんどかったらですね、足元に置くこともできますし、シートのですね、横にちょこっと置くこともできなくはありません。そしてその他の荷物ですね、撮影の機材とかパソコンとかですね、それはこのような感じで収納をしていました。シートの後ろにはですね、若干のスペースができますので、シートの後ろとですね、シートの下を利用します。シートの下にですね、パソコンを入れまして、三脚とかカメラマウントを後ろのですね、下の方、邪魔のならないところに置きまして、そしてその上にですね、袋の中に入れておいたひげ剃りとかですね、充電器とか、そういうコード類をですね、このような感じで収納します。で、さらにこの上にもですね、荷物を置くことができますので、手荷物ですね、手荷物はこの上に置くという形を取ればですね、収納場所はですね、それほど困りはしませんでした。ただこれは身長が低い人にしか使えない技でして、僕はですね、身長168センチと小柄な方ではありますので、シートをですね、一番後ろにしなくても運転席に座ることができますので、シートの後ろのちょっとした余白をですね、利用すれば荷物を詰めることができたと、そうなっています。道の駅巡りをしていると、その土地の野菜を買ったりとかですね、特産品を買ったりとかしたいとかってなるんですけども、S660 で行った場合はですね、荷物の置き場がありませんので、途中の道の駅でそういうものを買って荷物を増やしてしまうというのはですね、できないのが残念です。ただその代わり買えない分ですね、その場所で買ってすぐ食べるという楽しみもありますので、それはそれでありなのかなとは思っています。一番最後の道の駅に行った時はですね、助手席の妻に持ってもらうことを覚悟した上でですね、買うことはできるんですけども、買えるものとかですね、買える量は限られてしまいます。S660 という軽自動車の小さいスポーツカーでですね、道の駅巡り1泊でしてみまして、荷物をどうしたのかなということで今回は動画を作ってみました。荷物はですね、たくさん積むことはできませんけども、工夫して荷物を積んでですね、道中のドライブを楽しみながら道の駅巡りをできるという意味で S660 の道の駅巡りはですね、とても楽しいです。またですね、道の駅巡り続けていきますので、そちらの方の動画もですね、ぜひよろしくお願いします。